提供する、ベスビーボタンに続く3つ目のブランド、スマーロについてご紹介します。ブランド名はスマーロ、スマートなベロという意味ですね。知能的、知的、そういった意味を持っています。モデルは LX2、こちら白と黒ですね。2つ目のモデルとして PX2、20インチの前後サスペンションモデル、の値段42万8000円、色は黒と白の2つを、発売予定です。でこの、ベスビー、今までのベスビーのテクノロジーはジェネレーション1と言われるテクノロジーを搭載していました。今回、ジェネレーション2というところで言いますと、一番大きなところは、これスマートモードとオートシフティングというのを搭載しています。1つ目の、スマートモードなんですけども、ベスビのスマートモードというのは一般的な電動アシスト自転車の出力の仕方とはまた異なって、ペダルを踏んだ時に、1. 何倍っていうそんな出し方をするというのが一般的な電動アシスト自転車ですけども、スマートモードはこの自転車が、ペダルトルク何ニュートンが快適ですよというところに対して、そこからお客さんが踏んだペダルトルクがオーバーしている分を電気としてサポートします。例えば、具体的にこの25ニュートンのペダルトルクっていうものが、人が自転車を漕ぐ上で一番最適だと言われています。じゃあそのお客さんが27ニュートンで踏んだ時、30ニュートンで踏んだ時、30ニュートンで踏んだ時は5ニュートンの電力をサポートします。そういうふうにして常に一定の快適なトルクゾーンで漕げるように電力を自動調整してくれるというのが、ベスビーのスマートモードです。これらの制御は AI によってコントロールされています。2つ目に、オートシフティング。今回スマーロからは2つのモデルを出しますけども、オートシフティングがついているのは、LX2、この大きい方ですね。右側のチェーンセールのところに、機械がありますが、これはどういう仕組みかというと、お客さんがスピード、あとペダルトルク、あとケイデンス、この3つから、このお客さんはまだ加速中、もしくはスタート時、もしくは途半時、もしくは減速時、そういったものを全てシミュレーションして、アシストの力と、ギアを最適にセッティングしています。つまりすごくペダルギアが、ペダルのトルクが強くて回転数が遅くてスピードが遅いっていうことはおそらく漕ぎ始めです。その時はアシストの力を強くしてギアを軽くするっていうシフティングで、逆に、ペダルトルクが軽くてケイデンスが高いっていうことは高速で走行を始めているということです。この時はアシストの力を弱くしてギアを上げてくれる、そういう仕組みになっています。この2つが、ベスビーの、スマートモードオートシフティングによる、AI ドライビングシステムというものが搭載されています。先ほど申し上げた e シフトの仕組み、これは世界初の、オートマチック7段変速です。2つ目に E ロックです。電子ロックがついています。左側の、チェーン線のところにロックがついています。このロックは、手動でロックをします。例えば、このようにロックをしますと、ロック音がします。で、お持ちのスマートフォンにはロックのマークが、このロックの解除は、このロックの解除は、手動または、手動または、アプリで解除ができます。で、アプリで解除する場合はアプリの鍵のマークを押してもらってスライドをすると今鍵が解除されました。このように、E ロックの仕組みがあります。あとは、共通ですね、ステム一体型のディスプレイ。もう一つはヘッドライト内蔵型の、美しい、フォルムのメインフレームですね。で、通常の E バイクというのは、モーターとかセンサー以外にコントローラーで、バイクをマネジメントしますけども、このスマーロに関して新しくビークルコントロールユニット、VCU という機械を内蔵しています。これによって何ができるかということですけども、これによって IoT 技術を搭載することが成功しています。一つは GPS によるバイクの位置情報の確認です。2つ目は E ロック、先ほど見ていただいた E ロック、ロックが起動中は、盗難防止機能が、作動しています。よってお客さんが第三者ですね、勝手に揺すったり動かしたりすると、バイクから、アラームが鳴ります。そして自分のスマホには通知が来るので、速やかな対応が可能になります。システムのセルフ診断、エラーができている、出てる、出てないというのは全部ここでチェックします。2つ目に、次にパラメータの設定ですね。ライトをつける、つけないとか、アシストのモードをどのぐらいに設定するみたいなのは全部ここで調整ができます。
で、無線でハームウェアの更新ができるので、自分のハームウェアが古い場合は、通知が来ます。で、立ち上げてエラー信号をしたは、クリックしたときにアップデートをしましょう。常に最新のハームウェアでバイクをコントロールすることができます。次に、最後ですね、バッテリーステータスの遠隔確認。このような情報は、法人ネットワークでクラウドの中にすでにバイクの情報が保存されますので、例えば、明日、お出かけがあるなというときに、バッテリーの残量を見ながら見ることができるという仕組みです。で、それらを可能にするのがさっき言っていただいたこの、ベスビースマートプラスアプリというアプリです。現在、Apple と Google の中にあるのはベスビースポーツアプリ、ベスビースマートアプリという既存のアプリがありますけども、6月にリリースのは、ベスビースマートプラスアプリというのが最新のアプリになります。で、これらを通して、ベスビーっていうのは先ほど申し上げた AI ドライビングシステムと VCU による IoT の技術というものを e バイクに統合しています。それが新しいスマートです。で、これによって、バイクとユーザーの、シームレスなバイクコミュニケートを可能にしています。じゃあそのシームレスなっていうのはどういうことかというと、人とバイクの関係において、乗る前ですね、自転車を探すという行為。例えば今僕このアプリは、この自転車とコネクトしています。例えば自分の自転車の位置がわからない。こうやって押してあげれば、音と光で反応してくれます。もう一つはこれ地図がそもそもついてますので、地図によって正確なバイクの駐輪位置っていうのを把握することができます。で、もう一回と E ロック、さっき言った E ロックですね。この E ロック、このロックをしていても遠隔で解除も可能。ライト直前、先ほど申し上げたようなシステムのチェックですね、エラー診断もできます。もう一つはシステムセットアップ、ライトを常時オンにするか、オートライトにするか。非常に、感度の高いライトですので、暗くなった瞬間に一瞬で点灯し、明るくなった瞬間に一瞬で消灯します。非常に感度が高いです。E シフトの調整をします。E シフトの調整はこっちじゃなく、こっちの自転車です。ワイヤーの調整も含めて、センター合わせなどが、機械を通して、セッティングすることができます。あとはライド中、実際に乗り始めると、ベスビーの誇る AI による、スマートモードによる走行。あとは、こっちはその E シフトという、最適なギアセンスっていうのをやってくれます。で、電子本は大したあれがこんな感じのことがあります。で、エラー警告表示。で、ブーストボタンっていうのも、実はこれ日本仕様にはつけてないです。海外仕様にはブースト機能があるんですけども、日本においては一般的に、グレーなのかアウトなのか、その辺は松本さんが詳しいのかということになってますので、日本では、ブーストボタンはつけてないです。ライド後は先ほどの E ロック、E ロックを起動すると盗難防止モードが起動します。盗難防止モードの場合は先ほど申し上げた通り、アラームが発報します。で、それをオンにするかしないかというものも選択できる。つまりベスビーは、AI と IoT を用いて新しい技術を e バイクに搭載する。それが今回、ご紹介するスマートというブランドです。で、発売は6月です。よろしくお願いします。S モードってやつ入れればもう自動でアシストのモードも自動だし、変速も自動でやってくれますだけです。これはマニュアルモードがあって、S モード切ってこの点がつくとマニュアルなんですよ。